皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍によるウクライナ侵攻、その一つ戦局の区切りとなるような出来事があったので、改めて現在の状況とこれからの展開についての解説を行っていこうと思います。区切りとなるような出来事というのは、それはロシア軍によるウクライナ首都キーウの攻略失敗です。これに伴ってロシア軍の北部戦線部隊は撤収していきました。ロシア軍が占領した地域における住民虐殺という問題がありましたが、これについては一つ前の動画において、なぜそのようなことをロシア軍がしたか、その思想的背景について解説しているので、ぜひともご覧ください。そして、この動画においては、ロシア軍による首都攻略失敗のその後、次の段階で、さあ何が起こるか、押さえておくべきポイントについて解説を行っていきます。それでは地図を見ながら全体状況を理解していきましょう。これまで私は戦況を解説するときに、北部戦線、東部戦線、南部戦線と3つの戦線に分けて説明を行ってきました。今回、首都攻略をロシア軍が失敗し、撤退することによって、北部戦線が実質上、消滅することとなりました。地図においては、水色で示されている部分が、ロシア軍が首都攻略を目指して進出していた地域ですが、これらの地域からロシア軍は順次撤退をしています。また、現在は赤色で表示されているスイミーについて言っても、ロシア側への退却というものが始まっているだろうと見られており、全面的な撤退か、それともある程度占領地域を残した状態にするのか、そのあたりは様子を見る必要がありますが、全体的に言えば、北部戦線そのものについては終結したと見るべきでしょう。ただしこれはあくまでも今はという条件がつきます。今後戦局の展開次第によっては再度ロシア軍が首都攻略を目指す可能性というものもあるのです。とはいえ現段階では戦いの主戦場は東部戦線南部戦線という2つの戦線へと絞られることとなりました。北部戦線を撤退した部隊においては再編成もしくは休息を取った上で東部戦線に主に配置転換が行われているとアメリカは見ています。なぜそのようなことが言えるかといえば、ベラルーシやロシア国内においては鉄道路線があり、その鉄道においてロシア軍の軍用車両を輸送していることが衛星写真などから分かっているからです。一方南部戦線においては、私が戦局の転換点になると話していたヘルソン州については、徐々にではありますが、ウクライナ軍はロシア軍を押し返して占領された地域を奪還しつつあります。また、南部戦線においてウクライナ軍が取り戻さなければならないものというものとして、私は以前の動画において2つのキーワードを挙げました。それは原発と水源です。アメリカの戦争研究所の戦況分析によると、ザポリージャ原発、その周辺におけるロシア軍は、ウクライナ軍との交戦によって、もはやこの地域から撤退したかもしれないというレポートが出されています。ただしこの辺りはまだまだ状況は不確定ですが、ロシア軍が占領した原発については、どうやら取り戻せそうな雰囲気になっています。ですから原発と水源について言っては、今の状況の推移であれば、ウクライナ軍は取り返すことができそうです。ただし、この2つを取り返したからといって、南部戦線の戦いといったものはまだ終わるわけではありません。占領されてしまった地域は非常に広大ですから、これを取り戻すまでは南部戦線は終わらないと言えるでしょう。また、余勢を買ってクリミア半島へと逆侵攻するというのも基本的には現状では不可能と言えます。東部戦線におけるロシア軍の攻勢がこれまで以上に激しくなるであろうことが予想される状況において、南部戦線にそれほど多くの余裕はないと見られるからです。北部戦線が消滅し、ロシア軍に占領されていた地域が順次ウクライナ軍によって奪回されている状況です。そういった意味では全体状況としては好転はしているわけですが、じゃあこれによってさあすぐにでも戦争が終わるかといえばそういったわけではありません。これはあくまでも全体の戦争の中の一部分に過ぎません。というのも、今回の北部戦線の消滅に伴って押さえておかなければならないポイントというものが3つあります。まず第一に厭戦気分を高めると考えられているロシア軍の死者のその増加について、ロシア本国に知らされない可能性がどんどんと高まっているということが挙げられます。というのも、今回ロシア軍は首都近郊から撤退していったわけですが、そこに残されていたものがあります。それはロシア軍兵士の遺体です。通常西側の軍隊であれば、味方の兵士が亡くなったのであれば、その遺体というものは何とか回収して本国に連れ戻そうとするものです。しかし、ロシア軍の場合は全くそうではないようです。例えば、首都近郊の空港を襲った空挺団
いわゆるエリート部隊の兵士についてもその遺体が残されたままでロシア軍は撤退してしまったのです。空港周辺における戦いというのは結構前にすでに行われているもので、決して撤退直前のものではありません。回収する時間的余裕はたっぷりあったはずなのです。ところが彼らは仲間の遺体をそのままにして部隊は引き上げていきました。彼らのトラックには略奪品がいっぱいで、味方の遺体を乗せるなどということはもしかしたら考えの中になかったのかもしれません。しかしここに一つ問題があります。誰々が亡くなったよということをロシア本国に情報として戻さない可能性があるのです。どのように処理するかといえば、行方不明になったという具合にして、今生きているのか生きていないのかはわからない、もしかしたら脱走したかもしれないという具合にして、ロシア軍の管理を離れてしまったと、いわばその処理を宙に浮かせてしまうということです。実際問題、ロシア軍は全体像としてどれほどの死者が出ているか把握していないかもしれないなどという、ちょっと耳を疑うような話なども出ています。その背景にあるのが、今回の撤退時に見られた味方の遺体を回収していなかったということが一つ原因になっていると言われています。それによって戦死者がたくさん出て、そのことが親元に伝われば、兵士の母の会のような悲しむ人たちによって反戦運動が高まるのではないかといった期待が当てが外れてしまうかもしれないというわけです。そして押さえておかなければならないポイント2つ目というのは、ここ最近の戦況において上級将官の戦死の報告がパタリと止みました。そして注意しなければならないポイント3つ目というのが、ウクライナの首都キーウを目指して進んでいたロシア軍のずさんな戦い方に比べると、撤退は非常に素早かったというのが一つ特徴として挙げられます。ここで挙げた2と3というものが一つ問題となります。それは何かというと、これまでロシア軍の総司令官というのは軍人ではなくプーチン大統領であった可能性があるということを以前皆さんに解説しました。それはプーチン大統領が政治的な目標としてこの場所を抑えろという命令を各将軍に伝えるような形で全体をよく連携させるような仕組みがなかったかもしれなかったからです。そのために南部戦線では同じ空港において2人の将官が亡くなるなんていうかなり間抜けなことをロシア軍はしていたのです。ところが今回のような撤退が非常に素早く行われ、しかも上級将官の戦死というものがパタリと止んだということは、明らかに全体を統合的に見る軍人が実権を握ったと考えるべきでしょう。これはプーチン大統領がそうした人物を任命して、そのものに全体調整を行わせるような何か内部的な改善が行われた可能性があります。これは地味なことですし、また公表もされてはいませんが、しかし明らかに采配が変わったことは見て取れるわけで、これはとても危険なことです。その危険さを最も表しているのが、今回の北部戦線が消滅するほどの全部隊の撤収というものです。もちろんある程度足止めになるような少数の兵士についてはまだ残ってはいるそうですが、全体的に言えば主力の機構部隊などについては全て国境を越える形でベラルーシやロシアへと戻っていり、この采配は明らかに以前の総司令官とは違う人物の行っている作戦行動であることは見て取れます。そのような新しい指揮官のもとに行われようとしているのが東部戦線における大攻勢です。現在ベラルーシやロシアへと撤退した北部戦線の兵士などについては休息もしくは再編成を行っている時期であり、決して今すぐ全軍が東部戦線に投入されるわけではありません。ロシア軍の再配置が終わるには最低1週間、そして長ければ2週間程度はかかるだろうと言われています。これは傷ついた部隊の再編などを行わなければならないからです。またそもそも移動などについていっても最低限の時間は必要です。ですからウクライナ東部におけるロシア軍の大攻勢が始まるのは今月中旬から下旬にかけてのことでしょう。一方でウクライナにしてみれば首都を守る部隊を減らすことができます。余剰戦力ができるわけですから、この兵力をさあどこにどう使おうかというのが今後の課題となります。欧米各国からの情報支援によってウクライナ東部における大攻勢の兆しがあると分かっている以上、この守りを固めるというのも一つの手です。しかし選択肢は他にもあります。例えば包囲攻撃が続いているマリウポリをいかに救い出すかといったところに余剰戦力を投入して何とか町を救出するというのも一つの手です。ロシア軍が体制を整えて東部で大攻勢に出てくることに備えて守りを固めるのか、それとも余剰戦力を使ってマリウポリを救いに向かうのか、最善の手が一体何なのかは現在のところ全く分かりません。今月はかなり混沌とした状況に陥るかもしれません。
そしてロシア軍がウクライナ首都攻略を諦めて戦力を再編、東部の大攻勢に打って出ようとしているには政治的な理由があると考えられます。来月の5月9日に行われる第二次世界大戦時における独ソ戦勝利記念日、これに合わせる形でプーチン大統領としては対ウクライナ侵略についてある程度の成果を上げたと発表したいだろうと考えられています。プーチン大統領は現在のゼレンスキー政権もしくはウクライナ国民に対して反ロシア思想を持っている者についてはこれらは全てナチスであるというような定義づけを行っています。ですからこのような対ナチス戦争について第二次世界大戦ではソ連が勝ったし、そしてその後継国であるロシアにおいても現在ナチス化しているウクライナを征伐しているんだみたいな政治的なメッセージを国内外へと発信しようとしているわけです。だからこそすでに傀儡国家を打ち立てているウクライナ東部のドンバス地方において自分たちの占領地域を一気に確保したいというのがプーチン大統領の狙いと考えられています。ここまでの話というのはロシア軍がこれまでの過ちというものを修正する形で全体を統合する総司令官が指名されているかもしれないといった話や、東部戦線に投入される兵力として北部戦線の部隊がどんどんと回ってくるかもしれないという具合にしてウクライナにとっては悪い話ばかりに聞こえるでしょう。実際その通りなのですが、じゃあウクライナ軍側に全く良い話がないのかといえば全くそうではありません。基本的に時間はウクライナに味方します。まず第一にこれまでウクライナのゼレンスキー大統領は戦車や装甲車といったものも必要だという話をしていました。しかしこれまでは対戦車ミサイルであったり対空ミサイルであったりといった具合にして防衛用途向きの兵器の供与というものは積極的に行われてきたのですが、戦車や装甲車についてはロシア側からの反発が強まるかもしれないとなかなかゴーサインが出ていませんでした。しかしロシア軍の苛烈な攻撃、特に無差別攻撃などが日常化していることなどを背景として欧米ではロシアに対する批判の声が高まりました。これを受ける形で NATO 加盟国の間でウクライナに対する戦車や装甲車の提供などについても進めると合意が取れました。その第一弾としてチェコが旧ソ連ロシア系の戦車である T72 やもしくは装甲車などの提供を実際に始めたと発表しました。またウクライナの隣国ポーランドにおいては国境周辺に同じく T72 の搬送が行われているなどというそのような報道もすでにされています。ポーランドの場合であれば今自国に配備している T72 をどんどんとウクライナに提供していけば当然のように自国に戦車がなくなっていってしまいます。これに合わせる形でポーランドはアメリカとの軍事的なビジネスの締結を発表しています。これまでは旧ソ連の T72 戦車を持っていたポーランドがこれからはアメリカから戦車を購入するということで合意したのです。ポーランドはロシアの脅威に対して軍事予算をしっかりとつけようとすでに発表しており、その軍事予算をつけることによって旧ソ連系の兵器体系からアメリカの兵器体系へと一気に移行するという飛躍を遂げようとしています。ですからアメリカから M1A2 戦車などがどんどんと入ってくることを前提としてこれまで使っていた T72 を押し出す形でウクライナへと供与することが実現しようとしているわけです。ですから時間が経てば経つほどウクライナには新しい戦車が入ってきますし、ロシア軍は沼地にはまって戦車などを失っていたりもしますので、鹵獲した戦車そして支援された戦車などを加えることによってロシア軍との戦いを進めることができます。一方においてロシアにおいてはこうした次々と戦車を作って後から継ぎ足すといったようなそうした海外からの支援といったものはありません。戦車や装甲車をなくせばどんどんと戦力が減っていくロシア軍に対して時間が経てば経つほど支援が充実していくウクライナ軍というかなり好対照な状態になるわけです。おそらくロシア軍による東部大攻勢というのが次に来るわけですが、ロシア軍の損耗は非常に激しいものがありますから、おそらくは次の一撃というのは力を振り絞ったものになるでしょう。それだけにこの攻勢をしのぎ切ることができればウクライナにとっては軍事力の逆転といったものが戦局として起こりうる状態へと入ってきたわけです。さらに言えば時間軸として一番効果が出づらい、そして遅れてやってくるのが経済制裁の影響です。ウクライナ軍にはそうした意味において粘って戦い続けることによって勝機が見えてくるという心の支えがある状態ですが、
なんとか持ちこたえてほしいものです。あとはロシア軍による毒ガス攻撃であったり、もしくは戦況をひっくり返そうとして戦術核を投入するといったようなことがなければ良いのですが、ただしこれはプーチン大統領の決断一つにかかっているため予測はつきません。何にしてもロシア軍が占領している地域においてはウクライナ住民は虐殺されるし、また強制連行などもされることがすでに分かっているような状況ですから、ウクライナ軍としては死力を尽くして戦わざるを得ないというのが現実です。そして国際社会はこのウクライナを支援し続けなければならない理由というのも存在します。現在において国家が領土を拡張しようとした時に武力をもって他国に攻め入ってその領土を奪い取るなどといったことを一つ形として残してはいけません。そのようなことをもし許せば、ロシアだけではなく中国なども同じようなことを当然やってくるでしょう。現在のところロシアのこの試みというものは今のところはかなり厳しい状況にはなっているわけですが、同時にこのような状況を中国は常に注意深く観察し、自分だったらもっとうまくやるだろうなみたいなことを考えて今も虎視眈々と兵力を整えていることでしょう。そのように中国の存在というものを考えれば、ロシアとウクライナとの間における戦いだから日本人は関係ないではなくて、国際情勢というものはそのようにして何かが起これば何か別のものを引き起こすのだというその関係性についてよく注意深く見ておく必要があります。日本はまだまだ情報戦などを戦い抜けるようなことができるような法整備もできていないし、諜報機関もないし、そして自衛隊の整備についていても長期間戦えるような状態でもないし、といった具合にしてあれができてないこれができてないなどという話はたくさんあるような状態です。中国が虎視眈々とロシア軍の失敗から学んでしまって、さらに用意周到に侵略戦争をできるような状態になってしまう前に、日本自身も自分で身を守るための準備というものを進めるべきでしょう。皆さんは今回の話を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。